皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、食料品の本格的な値上げ前の駆け込み需要によって品薄になりそうな製品や、何か起きた時のために備える備蓄リストについて情報をシェアしていきたいと思います。本格的な値上げと言いましたが、電気代やガス代の高騰は2019年から始まっていましたし、食料品などの値上げは内容量の減少も含め毎月のように行われてきています。しかし、私は今後はさらに驚くような値上がりを見せると考えており、こうして情報を発信しています。最近では普通の固有名詞を使うことにまで気を使わなければならないほど、インターネット上の発言には注意しなければならない環境になってきましたので、多くの隠語を使うことになり、大変分かりづらくなりつつある点についてご理解いただければと思います。このような流れは基本的な知識がない人にとっては動画の内容が理解しにくい状況になっており、情報格差がますます広がることになるのだと実感しています。この動画を最後まで見ることで、備蓄を始めるに必要な基本的な考え方がわかる。どんなものが必要なのかがわかる。何から取り組めばよいかわかることになります。この動画にて紹介するリストはまさに我が家の取り組みを紹介することになりますので、参考にしていただけると思います。あくまでも私個人の価値観で取り組んでいることですので、改善すべきところや不足しているところ、またはもっとより良い方法などがあるかと思います。その場合は遠慮なくコメント欄にて情報をシェアしていただけたらと思います。きっと視聴している多くの方にとっても有益な情報になると思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回は食料備蓄に関して我が家の取り組みを紹介していきますが、これから食料備蓄を始めようとしている方、いろいろと情報を集めながら食料備蓄を進めている方にとって参考になればと思います。ご視聴者様の中にはいわゆるプレッパーと言われる強者がいらっしゃるかと思いますが、その方にとっては非常に緩い内容に感じられるかもしれませんが、多めに見ていただきたいと思います。食料備蓄は、1、どのような状況を想定するのか。2、どの程度の期間分準備すればよいのかという点が重要だと思います。どのような状況を想定するのかについては、皆さんはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。例えば内閣府の防災情報ページを見ますと、非常に広い地域に甚大な被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では、1週間以上の備蓄が望ましいとの指摘もありますと案内されています。かなりソフトな印象を受ける書き方となっています。先日 NHK スペシャルで南海トラフ巨大地震を想定したドラマが放映されていたようですが、道路などのインフラが寸断され、お住まいの地域によっては津波に襲われた状態で1週間分の食料備蓄で足りると感じるかどうかだと思います。私には大災害の被災経験がありませんから想像するしかないのですが、食料備蓄をする際には自分がどのような状況を想定して備蓄するかが大切だと思います。そして備蓄期間で言えば、地震などの自然災害の他にも戦争のリスクも考える必要があると思います。今世界大戦が始まるのではないかという状況になっています。ウトロの紛争は収束するどころか、和平への道は寸断されたような外交状況ですし、アメリカも日本もに対して軍事支援を行っています。これは紛争が長引くという流れを作り出しているとしか思えない外交政策ではないでしょうか。さらには中東の動きもきな臭くなってきましたし、我が国の隣の国による台湾有事の勃発も秒読み段階なのかもしれません。世の中には戦争は起きないし、仮に起きたとして日本のシーレーンが機能しなくなっても他のルートから食料を輸入すればいいので、食料危機は起きないと言っている方もいます。実に楽観的というか平和主義というか、何と言っていいか分かりませんが、戦争が起きた時に何が起きるかということを分かっていないようです。一旦戦争が始まった時に何が起きるかというと、相手国の兵隊を分断するのは常套手段となります。兵隊とは戦争において作戦を行う部隊の移動と支援を計画し、また実施する活動を指す用語である。例えば物資の配給や整備、兵員の展開や衛生、施設の構築や維持などが含まれており、一般に後方支援業務の一環とされるとあります。つまり有事の際には食料自給率が極度に低い日本への食料輸入やエネルギー輸入が分断されるということです。現在行われているウトロの紛争においてもそれは行われています。日本が置かれている状況というのは、現在ロと隣の国とイランなどから敵国視されています。
それらの国による潜水艦が敵国視している国の海域に息を潜めて有事に備えています。どの国の潜水艦がどこにいるかは潜水艦の特質上隠密行動をとっているので分かりませんが、日本領海付近にも間違いなくいることでしょう。このような状況を踏まえた上で本題に話を戻しますが、大地震にしても戦争にしても一旦起きたら1週間で何もなかったようにはならないと思います。大地震によって道路などが分断されたら政府が準備する食料備蓄はどのように配給されるのでしょうか。そしてその量はどのくらいあるのでしょうか。農林水産省のホームページに答えはあります。なんと主食である米の備蓄量は100万トンと明記されています。そして1人当たり年間どのくらいの米を消費しているのかのデータも農林水産省から出ています。1人約 50kg の米を消費しているということなので、単純に100万トンは何人分の食料かを計算することができます。100万トン割る 50kg は2000万人となります。年間2000万人分の米しか備蓄されていません。日本人口のうち15歳以上の人口は約1億1000万人ですから、政府の備蓄米だけで賄おうとすると約2ヶ月分となります。実際の備蓄は米だけではなく小麦もあるので、あくまでも目安となるのですが、小麦粉だけ配られても仕方がないと思われ、米に頼ることを考えると2ヶ月というのも怪しい数字となってきます。これらを踏まえて皆さんはどのくらいの期間を想定して備蓄しますでしょうか、という話になります。我が家は1年を準備しており、今は2年分に向かって備蓄を進めています。私は最初政府から公表されている非常時に対する取り組みを知った時に、日本政府には食料安全保障という観念がないのかもしれないと感じたのですが、それは私だけでしょうか。このようなエビデンスをもとに食料危機が起きないと判断し、準備しないというのは個人の自由としても、実際食料危機になったら飢えた者が略奪組になることは歴史的に起きていることです。そこには道徳心などありません。もしかしたら最初からそのような事態になったら他人の食料を奪えばいいと考えている者が一定数いるかもしれません。以上のように実際に私たちに降りかかる試練が起きた時のことを考えたら緊張感が湧いてきませんでしょうか。そこでこれからさらなる値上げラッシュが始まる前に購入した方が良いものをリスト化しました。といってもどれもこれも値上がりしていきますから優先順位をつけにくいのですが、原材料が不足しているものを急いだ方がいいと思います。といっても原材料の不足もあらゆるものに起き始めていますので、これが今の日本が置かれている状況だということも合わせて認識した方が良いです。その上であえて優先順位をつけてリスト化すると、1、缶詰、2、レトルト食品、3、卵、4、食用油、調味料、5、玄米、精米となります。生き延びるためにはこのリスト以外にも多数あるのですが、特に品切れが心配されるものに重点を置いてリストにしました。缶詰は鉄だけでできているわけではなくアルミも使われています。そして電気代とガス代の高騰によってその生産自体にも影響が出ていると言われていますので注意が必要です。私の住むエリアでもスーパーの缶詰が置かれている商品棚に異変が起きています。少し前ならいろいろな種類の缶詰が豊富にあったと思いますが、ご覧のように直近ではシーチキンやコーンばかりです。売り場面積も減ったような気がします。これらはスーパーによってマーケティング戦略に違いがあるでしょうから、一概に物不足が始まっているとは言えないかもしれませんが、他からの情報でも似たような状況が出始めているということも聞いておりますので、品切れが始まりつつあるのかもしれません。いずれにしても缶詰は大至急購入する方がいいと思います。何を購入したら良いかについては、大事なこととして自分で美味しいと思えるもの、あとは栄養バランスでしょうか。ちなみに私の場合、原産国にお隣の国が明記されているものは避けています。彼らの倫理観、モラルに対して全く信用していないからです。あまり詳しく説明すると問題が起きそうなのでこれ以上は控えますが、日本の会社が輸入している商品だから管理は行き届いているだろうという判断をするなら、それはそれで一つの判断だと思います。我が家が購入している缶詰はシーチキン、鶏ささみ、マグロ味付けフレーク、小豆、ホテイの焼き鳥、サバの水煮、サバの味噌煮、イワシのかば焼き、サンマのかば焼き、フルーツ、コーン、トマト缶、ポーク、焼肉牛、うずら缶、カレー、カツオ大根、ブリの照り焼きなどです。とにかく缶詰の保存期間は25年経っても問題ないので備蓄には最適だと思います。量に関してはまず目標とする備蓄期間とそれぞれの家庭で1回の食事にどれだけの缶詰を使用するかによって決まります。レトルト食品に関しても保存期間は優れていますので、
我が家では重点を置いています。その保存期間は缶詰ほどではありませんが、5年経っても食べられると考えて良いと思います。そこで我が家では親子丼、中華丼、定番のカレー、スパゲティのソースを備蓄しています。缶詰にはないラインアップもあるので、その特徴を生かした購入もしています。ものによりますが、缶詰よりもコスパが良いので我が家では重点的に購入しています。そして卵です。卵は生ものですので、長期保存には向かないものですから一工夫必要です。目的はやはりタンパク源の確保となりますし、普段の生活に近い食生活が送れるので、精神的安定を保つのにも必要だと思います。ただ先日の動画でも取り上げましたが、鳥インフルエンザの影響で日本で1600万羽以上の殺処分がなされ、卵が不足してきています。なので我が家では卵を粉にした乾燥全卵というものを購入しています。生卵と比べて味は劣りますが、食糧危機という状況では感謝するしかないものとなるでしょう。水を足して戻すという方法ですが、使用目的に応じて 1.5 倍から3倍で戻して使います。卵焼きにするなら 1.5 倍の水で戻すととろみも出ますから合格点だと思います。またお好み焼きやたこ焼きをする際にも有効的だと思います。我が家では 3kg ほど備蓄していますので、生卵に換算すると約180個分ですから、すごいですよね。この製品もすでに値上がり始めていますから、早めに備蓄すると良いでしょう。 Amazon で購入する際は出品者の評判を確認してからにした方が良いです。ただ安さだけで選択するとトラブルに巻き込まれます。そして食用油と調味料は震災経験者の多くがその重要性を語っています。食用油も輸入に頼っているところが大きいので高くもなりますし、品切れとなる可能性があるものの一つです。最後に米です。米は多くのものが値上がりしている中で値下げ情報も聞きます。これは人口減に加え、食卓の米離れの進行、コロナ禍での外食向け需要の減少、ブランド米をはじめとした価格競争の激化などの影響から、米の在庫が積み上がっている状況があるからだと言われており、消費者としては嬉しいことではありますが、その分農家さんのような作り手はたまりません。生産者を追い込むような流れは長い目で見たら決して良いことではありません。しかし日本において米作農家が置かれている状況はひどいものです。今年の作付けは実際にはどのくらいされるか分かりませんが、作れば作るほど赤字になっていくという状況ですから、今年の秋の新米は期待できないかもしれませんので、もしそうなったら一気に品薄による価格高騰が起きるかもしれません。そのような背景から今のうちに備蓄する方が良いと思います。私は先人たちがそうであったように、ご飯さえあれば何とか生き延びられると考えています。そのためには味噌や梅干しなどの伝統食は常備する方が良いと思います。いかがだったでしょうか。食料備蓄に関しては何を想定するかによって取り組み方が全然変わると思います。大前提として政府が考える食料安全保障は非常に甘いものであり、自分や家族の命を委ねることはできないと私は考えていますので、同意見の方は食料備蓄のペースを上げることをお勧めいたします。またローリングストックというものにとらわれすぎて備蓄量を増やすと無駄が出るという心配をなさっている方がいますが、缶詰を使用した備蓄なら消費期限が過ぎても問題なく食べることができますので、生き延びるということに重点を置いて再検討してみてはいかがでしょうか。そして缶詰に使用される添加物などの心配、米に残留する農薬を心配する方もいらっしゃいますが、当然のことでしょう。私の考えは、添加物を使用していない缶詰などの加工食品、農薬を使用していない米は生産コストが高いためどうしても販売価格が高くなりますので、とりあえず添加物や農薬の残留は考慮していません。経済的に余裕がある方はもちろんそちらを選択をすればより良いことだと思いますが、そうでない方はとにかく生き延びるということに重点を置いた備蓄計画をすることをお勧めいたします。まだまだご紹介しきれない情報が山ほどありますが、このチャンネルで過去に配信した動画についても参考にしていただけたらと思います。これから数多くの試練が私たちを襲ってくると思われますが、情報をシェアしながら共に生き延びることに集中しましょう。コメント欄に寄せられる多くのコメントにはかなり情報を持っておられる専門家らしき人や、私には気づけない視点からのコメントもあり、本当に勉強させてもらっていますし、同じ感性を持った方がいることで勇気を与えてもらっています。本当に感謝しております。引き続き応援よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。
また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。